OK。OK。一応これでね。はい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 。これでいけてると。はあ、作成できません。編集。キャンセル。はい。同時視聴者数。はいはい。ライブ配信の設置。はい。もうこれでいいのか。これでいいんだな。一応ライブでやれられてるんだな。はい、OK でしょ。はいはいはい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。コンテンツ。はい。はい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 。今、ライブ配信している途中でございます。はい。これで非常に良い。共有。これでいいのか。これでいいんだな。これはいい。これで移動。はい。多分、10、まあ、3、こっちの時計とか16時ぐらいまでか。はい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 。よし。で、これで一応、うん。10、まあ、だからそっちの時計で、まあ多分なんだ、15時から10、16時、まあこんぐらい。はい。はい。はい。じゃあまあ適当に話していこうかな。じゃあ、これを、じゃあ最初の方、こっちからいこうか。はい。今画像で、映像で流れてると思いますけども、こっち側が手術の、まあ直前の様子か。じゃあ、はい。これ最初からいきます。はい。まあ、これ、こうかな。ここら辺かな。こっちだ、逆だ。ここら辺にね、なんか映像が流れてると思うけど、これその手術行く前ね、そう、4月の19日か、それぐらいですね、私の誕生日だったんですけども、なんか、とっても辛くなって、それでもう16日ぐらいにもうすでに、お医者さんにですね、薬とかもらって軟膏で治しましょうかっていう風な状態だったんですよね。で、もう4月の20日になると、もういよいよ辛くなってきて、もういよいよダメだーってことになってきて、で、まあ、その助手さんとかにも電話をかけたりとかしてね、ほいでどうしたらいいんだろうなみたいな、そういう風な話をこうしながら、まあなんかダメ、先生我慢できますかって言われて、もう我慢できなくなっちゃったから、もうどうしようもこうしようもなくてね、もうなんかお尻が痛くて、でなんかそのお尻キュッて締めるその筋肉2種類あって、中のやつと外のやつがあって、こう外のやつは自分の力でこう意識的にこう動かせるけど、中のやつはもうなんか寝てたら勝手に動いてさ、すごい痛いってことになりましてですね。でまあこれはダメだと、もうこれはダメだと、あの最初にその薬をくれたお医者さんは22日か23日にね来てねって言われたんですけど、もうダメだってことで、できればとにかく早くその治療を受けたいってことなので22日に予約を取りました。外、今これ映像流れてるのは外歩けるんですよ。でまあ猫とかほら、これが猫ですみたいなことやって撮ってますけどもね、はいはいはい、ここれ臨海の猫なんかをこうやって見ながらね、まあまあ余裕かましてますけども、もうこの時ちょっと出血とかもこう多くなってきてて、
でまあこれですよ、これ娘にこうもらったこうプレートスレートみたいなやつですよね。こういうのまああるといいですよね。でこれでちょっとよし明日22日の、22日の日に先生に見てもらうからちょっと筆談のできるようにこういうふうにちょっと準備しておこうかなと思ってですね思ってたんです。ちなみにこれ誰もまあ今別に同時接続状態で見てる人はいないんですけど、まあ、構わないんです。こうやって手術から日も経ってないうちに一応ライブで話しておいて、その時何を考えたかっていうのを振り返りながら記録に残すっていうのが目的なんで、そう、まあ、手術4日目の4月22日でもうこれね、何が辛いかっていうとね、寝れない。痛くて寝れない状態になったんですよね。で、やっぱりそのお医者さんもやっぱり手術ってリスクがあるからあんまり手術はしたくないっていうふうなことなんだけども、とはいえね、自分が病患ってみたら分かるんですけど、その見えてる部分だけがいいかダメかっていうんじゃなくて、まあ生活全体がうまくいかないわけですよ。でそうなってくると、まあ早く治してほしいなっていうふうなことになるとね、リスクがあるかもしれないけどそれは承知で何とかしてくださいっていうふうになるわけですよ。でそうここでなんか見てもらってで帰ってきていろいろ話してますけれども、そう手術の4日前ですよ。もう椅子に座るのも結構厳しい状態になってたのかな、この時に。はい。そうでまあそれなのでもうこりゃダメだろうってことで22日の日見てもらって、これ手術しなくちゃねってことになったんですよ。でてっきりね、もう行ったらすぐ手術してもらえるもんだと思ってたんですけど、どうもそうはいかないっていう、そうはいかないっていうことなんで、結構まあちょっと待ってねってことになったわけですよ。この4日間やり過ごすのがね、なかなか大変でね、うーん、外うろうろできないし、立って歩くこともできないし、もう辛いからゴロゴロしてるしかなかったっていうような、まあ、そういうことなんですけど、でまあしかも一人ですからね、私台湾に住んでますけど、台湾で家族は一人も台湾にいません。はい、一人もいない状態でね、もうしょうがないから我慢するしかないっていう状態ですよ。まあ多分この時いろいろ後でね、これね今あえて音声なしの状態で私これ適当に私が後から自分のこの表情を見ながら何考えてたんだろうなっていうのを察しながら解説しましたけど、後からもうちょっとまとまった映像にはしますけども、そうでもらった薬がですね、ちょっと強めの鎮痛剤とかなんかこういうのもらいますよと。でそうそうで結構ね強めのって言った時に明らかに強い薬をいただいたらしくて、これじゃないやつかな、もう一つかな、なんかやっぱフラフラしますよね、動くとね。あのちょっと多分気のせいだと思うけど、気のせいだとしてもフラッとするようなやつで何個もらって、もう髪の毛も今こっち側こうやって束ねてますけどもうね、余裕がないんでね、もうしょうがないからうちでぼんやりしながら過ごすわけですよ。で手術で、気持ちがね前っていうのがなかなかね、怖い怖いっていうか、大したことはないんだろうけど、いろいろめんどくさい煩雑でもないんだけど手続きがあって、今見てもらってる画面に出てるのがその手術同意書、こういう手術しますけどいいですか、こんな麻酔をしますけどいいですかっていうのはもっとその手術本当の直前に話聞くんですけども、でこういう段取りでやりますよっていうで、かかった病院が結構大きな病院なんで、なんかね、じゃあ働いてるスタッフの人たちがものすごく、すごいたくさん人がいるんでね、でそうなってくると人をうまく集めていろんな部署で連携取りながらやっていかなきゃならないで、それぞれの部署の方が全てのその患者さんの全ての状態を把握してるなんてことはありえないんで、完全に、分業化がでかい病院で分業化が進んでると、こういう事前に段取りをちゃんと説明しておかないと後々困ったことになりますからね的なのをね説明している、冊子とかがあったりとかして、特に自分の場合は一人でしょ。
だからそのスマホ一つ取ってごめんごめん母さんとかごめん父さん何々のところにある何々を取ってきてくれないかみたいな感じにはいかないと、結構事前に自分で考えて、もちろんそのね助手さんというかその研究室のアシスタントさんたちいるから、アシスタントさんたちにすまないこれを持ってきてくれって言ったら、みんなその助けてはくれるんだけども、とはいえそのやっぱりみんなはみんなのその各個人個人の生活がありまして、言っても職場の同僚以上のもんではないんでね、その別にみんなが冷たいってわけじゃないですけど、現実的に皆さんには生活があって、それをそのこっち側が一方的にどうにかしてくれっていうことにもならないし、人によってはかなり前から旅行の計画を組んであるんです、先生ちょっと遠くへ行ってまいりますってなことになると、いやいやいや待ってよ、僕自だからいてよってことにもならないとはいかないんで、今ちょっとなんかさっぱり頭に盤状にタオルを巻いたりとかしてますけど、これも手術1日前、手術1日前で、今日この日に4月25日に入院するということになりましたと。で入院するんだけど、これ入院するとその保険適用外のその個室みたいなね、個室みたいなところで、このなんていうか、あのお金払ってちょっとお金払って個室に入ってもいいかなとは思ったんだけども、1日だからちょっと我慢しようってことになって、ただ問題は大きな部屋だとその4人に1つのシャワー室しかないんで、ちょっとその気を使いますよね。僕はそんなに元気な若者ってわけでもないけども、すごいどうにもならない大きなご老人というわけでもないと。ただしその僕はいいけど、他の人たちちょっとそのどうだろうなって気を使うんでね。で事前にもうお風呂とか入らなくてもいいようにそのうちで済ませていこうっていうことになって、でこれ今こうさっぱりしてる状態ですよね。なんかいろいろ話してますよね。何話してたんだろう。後で音声聞いてみて、どういうふうなこと話してるかっていうのをあれ見てみるけど、結局その自分であれやこれややんなきゃなんないから、それなりに事前に準備してで、やっぱりそのね、言ってもどういう風にして人とうまく情報を共有してその病院ライフを送るかっていうのは、結構この個人レベルのコミュニケーションというか、その現場の人に聞いてね的なところがあって、すごいしっかりとしたそのプラットフォームがないし、家族がいりゃなんとかなるだろうってことなんで、なんかあんまり情報がないんですけど、自分なりに考えるしかないわけですよね。でさっきのお尻から血が出てるから、もうその女性用の生理用ナプキンとか買ってきてもらって、でとりあえず準備できるものは準備できて、挑むということになるわけですよ。なんでいやあれが必要なのかこれが必要なのかよくわかんないや、とりあえずあれとこれとそれとこれと説明しておこう。でじゃあ台湾の人だったら全員が全員中の様子詳しいかっていうと、そうでもなくて、例えばそのご家庭の中にね、お年寄りがいてて頻繁に病院に通ってらっしゃるとか、そういうふうなことであれば心得たもんでしょう。そういううちのスタッフにもやっぱりそういうのよく知ってる人もいるんだけど、自分自身がそういう経験ないとやっぱりね、地元の人だろうが何だろうかわからないっていう、そりゃそうですよね。病気になったことも手術したこともありませんっていう若者にすみません日本人やったらちょっと分かるやろうと思うけど、どんな準備してったらいいのって聞いてもちょっと分かんないですよねって、そうなると同じように、だから自分で考えてそれなりに準備していくしかないと。で今これ何はお風呂入って、そうだからこれから、そうどうそうてっきりね、それウィダーインゼリーとか持ってるけど、てっきりあんまり食べちゃいけないもんだと思って、すっごい簡単なその食べ物っていうのを準備してもらったんですよ。で後になって気づいたんですけど、ほとんどね手術直前の手術の前の日の夜の12時以降は食べるな飲むな以外は、ほとんど何をやってもよかったってことに後になって気づいて、
で、なんだそんなんだったらわざわざそんなあれこれ準備するんじゃなかったみたいなことにまあなるわけですけれども、もうこっちはわからないわけですよ。てっきりそのなんかすんごい長い間絶食状態でないと手術をやっちゃいけないみたいなことになるんだったらすごく気にしたんですけど、なんか結果としてね、その手術の様子っていうのはその映像に収めることができなかったんですけど、まあ、一瞬でもう記憶がないから一瞬で終わるんですけど、で、はい、これでですね、まあその手術1日前、今日から入院だってことでガタガタ揺れてますね。揺れるとね、お尻に響きますよね。はい、まあ、こう顔はにこやかですけどもね。まあだけど、なんでにこやかかっていうと、やっぱり、ああ、これでこの辛い状況から解放されるのかなって、ちょっとそういう期待があったんだと思います。で、自分の、もう2回来てるんで、中の様子大体分かってるんですけども、中どんな様子かっていうのも、陽明病院で、ここの付属病院は、こんな歴史でできていますよっていうような、この紹介のこのビラというか、紹介のなんていうか、日本統治時代以前はこうで、その後こんな建物がありましてとかっていうのがこうあるわけですけど、説明するぞって意気込んでたんですけどね、やっぱね、辛い。そう、なんか亀山島にもなんかね、病院のなんかそういうのがあって、今亀山島無人なんですけどね、でここがその病床ベッドでございます。個室じゃないんで隣に他の人がいてて、窓から外が見える場所だったんですけれども、はい、外工事中でさして何か素晴らしいビューがあるってわけじゃないですけども、でゴロッとするしかないんでね、ゴロッとするしかないんですよ。動けないし、であんま動く気にもならないし、で、上はどんな感じかっていうと、この上まで完全に仕切ってしまうと日も入らないで、上が開いていて、でこういうカーテンで仕切られてるっていう感じですね。でもここでその明日明後日、この4月25、26、27ところ3日間過ごすわけでございます。病気になると何が起きるかっていうと、もうぼんやり横になって、で天井を見るしかないってことになるわけですね。はい。で、一応そんなもうだらっとした感じの格好でゴロゴロしております。で、ちなみにこの後ろにロッカーみたいなやつロッカーっていうか箱みたいなやつが映ってるのかな。で、手に点滴が刺されておりますね。はい。もう鉄板でございます。これなんでかというと、やっぱ手術だから25、26日が手術ですよ。で、25日の夜にはもう食べたり飲んだりしてはいけませんよ。で、食べないはまだわかる。食べなくても絶食でも生きていけるよ。でも飲まないは結構厳しいんですけど、どうにかしてくれませんかって言ったら、飲まなくても大丈夫です。点滴で生理食塩水を血管の中に直接入れますんでっていう、そういうことなのねと。でもやることないから本を読むわけですよ。でね、こういう時にね、こんな時でないとなかなか読み進められないなっていう本を持っていってですね、うわ、痛えな、なんか左手これ点滴刺さってますね。はい。点滴刺さってるよ、これ点滴の管刺さってるよ、これどうすんだよとか言いながら、グダグダなんか手に管刺さってるよ、おいどうすんだとか言いながら、動かしにくいとか言いながら、なんとなく読んでいくわけですよ。この時読んでたのはデビッド・ヒュームのなんてタイトル忘れちゃった。読みながら、なんかよくわかんないな。でこういうね、むしろよくわかんない本の方がいい。さっくり読めちゃうと、もう本当にね、読み終わっちゃったで終わっちゃうから、なんだか難しいなと。で、明日手術だけど、ご飯は食べていいですってことだったんです。夜中のね、12時以降は食べないでと。で、お腹に物が入ってる状態で大丈夫なのかなっていうふうな、てっきりなんか胃とか直腸とかガーって洗浄されるのかと思ったら、そんなことはなくて、いや、要は、食べないでね、12時以降はっていう風な状態で手術に挑むというか手術してもらうということになりました。なんで、お酒と脂っこいもの以外は
いいっていう風な話だったんで、適当にまあおにぎりみたいなやつを買ってきて食べると。でまあなんかいろいろ話してると思います。このね話してるのやつもね、話してる場も適当に動画パッパッと編集してね、まあね、手術自体も大したことないと、結構お医者さんは気を使う手術なんだけども、やってもらった歴代受けた手術の中で、その鼠径ヘルニア、まあ、いわゆる脱腸をやっちまいまして、ほいでその後アキレス腱を切りましてっていうね、で今点滴刺されてるわっていうような説明していますけど、アキレス腱をそのやったって、それに比べたらまあね、これは比較的ね、今回復が早かったで、まあ家族や日本のことを思いながら手術に臨もうとしているその52歳のおっさんのと夜景みたいな、そういう風な映像でも撮っとこうかなって言って、こういう感じでね、何枚かその写真とか動画とかを撮ったりしているような、そんな感じでございます。はい。でまあ別に夜景がめちゃくちゃ綺麗な場所ではないけども、まああんまりなんだろう、平野の向こうに山があるみたいな感じの地形なんでね、まあこういう感じですよ。まあやることもなくて、で夜になって、まあこれ多分そうこれ点滴刺された、この時は刺されてないね、この時は刺されてないで、これ手には針は入ってるけど点滴はされていない状態、もう明日点滴するからねで、まあ、4月26日のこの手術の日の朝でございますよ。点滴刺されてる、もう入院した時に見えてる映像つなこんなもんでございます。でまあ自分はまあね、もうやることないからこうやってぼーっとするだけでございますよ。はい。手で持ってこうね、はい、ちょっとなんとなくそれ、まあ今ヘラヘラしながら説明していますけどね、やっぱりちょっとね、手術の前は怖い、すごく怖いじゃないけど、ちょっと不安な様子の表情をあえて撮っておこうということで、刺して何の意味もなくいくつかのこの大きさの角度でこう撮るっていうふうなことをしてます。はい。顔アップでね、多分もう一回ぐらいね、ガーンってアップでくると思います。これ後で動画編集するときになんかインサートで使うようにわざわざ撮ってる、わざわざちょっとこうぼんやりというか、ぼんやり天井を眺めてる私みたいなね、ぼんやり天井を眺めてる私的な、はい、映像を撮っておいて、そう何度もしつこく撮ってる、何度もね、これ何度もしつこく撮ってますから、はい。そうまあ、昨日はまあそのお家でお風呂入ってきたから、まあそんなに、まあ、ひげはもじゃもじゃだけど小ざっぱりしたような感じでございますよ。はい。で、まあ、もう最後のとどめのドアップの評価さはない。ちょっと顔むくれてますね。はい、顔むくれてますけども、まあなんか一応こんな感じだなと。で、これ手術用のね、服ですよと。もう手術用のこれね、手術3回来て、もうかつて2回来ているってからもう3回目なんで、何回もそのね、看護師さんたちがこう切るんですよ、分かりますか、こう切るんですよって説明はされるけど、はい知ってますはい知ってますみたいな、はい知ってます状態でございますよ。はい。おいでまあこれ頭にかぶるんでしょ、全て知ってますよっていう状態で、これ滅菌されてるんでしょうね。はい。で一応もう予測されるのが、普通にじっとしてればいいんだけど、くしゃみとかすると明らかにお尻が痛いんで、絶対これ風邪をひいて咳やくしゃみが出まくるようになったら絶対困ったことになるなと思って、まあちゃんとマスクをすると。なかなかね、うっとうしいなとは思うんですけども、マスクをするようにして、それでこれ手術用のキャップをかぶって、よしじゃあ今かと待つわけですけども、やっぱ朝の手術が終わって、僕が順番的に先生担当の2人目の手術される人って感じだったんでですね、順番があって、前の手術が長引くか早く終わるかっていう風なところがなんか大事だったみたいで、結構
結構長引いてた、長引くかと思ったらあんまり長引かなかった。当初は朝の8時からって言われて、朝からかって準備してたんですけど、すいません、ちょっと前に急なその患者さんが入ったんで、ちょっと先生はその後からになりますって言って、じゃあ午後2時からですって言って、午後2時って待ってて、で結局のところ、その午後2時で、もうこれ終わったのかな、手術後です。はい、お見せできません。どういうことになってるかちょっとモザイク入れてますけど、これお見せできないんで、お見せしても別に YouTube は怒ってこないだろうけど、こんな感じになるんですよ。はい、お尻手術されましたで、いつものパターンですよね。手術後に何が起きるかっていうと、麻酔されてる時はね痛くないんですけど、麻酔が切れてきた後にやっぱりこうね、具合痛ってことになると。で具合痛ってことになるからその鎮痛剤を打ってもらうわけですよ。でね、もう子供と同じ、その注射そうこれ今は痛くない、これ今打たれたこの瞬間とか実はもう痛くなくて、打たれる前が一番痛いっていうね。で顔がえらいことになってますけども、はい、あーってなってるけど、実際一番痛いっていうか、恐怖は刺される前が恐怖であって、今は痛みを感じてるけど、痛みに耐えているっていう状態です。いや、なんてことはないんですよ。なんてことないんだと思うんですよ。痛いんですよ。で、ちなみに何が起きてるかというと、お尻にこの綿というかガーゼみたいなのが詰められてるんで、これはだからその手術前の何かお尻に挟まった感がめちゃくちゃ強い状態なわけです。で、そうなってくるとね、切られてかつガーゼが入ってて自分では見えないんだけど、そういうことになってるんで、もうそのなんかむしろその切れてくると、いや手術してもらったのに何このお尻の違和感みたいな状態があって、それが痛くてたまらないんで、これで鎮痛剤を打ってもらうっていうふうなことです。で鎮痛剤、それでこれね、左手が点滴刺されてて、右手で左手を揉んでねっていう風な状態で、じゃあそれでカメラはどうやってるかっていうと、これ足の間にこう挟んで自撮り状態なわけですけれども、なんだろう、これはまだいいんですけど、後で点滴の針が抜かれるから、点滴の針を抜いたところを手で押さえてねって言われて、でかつなおかつ鎮痛剤打ったところも揉んでねって言われて、でそんなん手一つしかないのにどうするんだよっていうような状態で困るっていう映像も後から出てくるんですけど、とにかくその静脈に打つ注射と違って、筋肉に打つ注射は筋肉の中にじわーんって、ほらなんか打たれたその鎮痛剤がじわーんって入ってくるでしょ。あれがね、痛い。あれが痛い。で結局なんか今回手術の一連の過程で超痛かったポイントっていうのは何箇所かあるんだけど、1回目が先生がその手術するかどうか判断する時の検査、もうこれが痛い。であと、この後からもそのお尻に入ってるそのガーゼをこう抜いてもらう、これも痛い。でこの2回以外の痛みっていうのはそんな大し痛そうにしてますけどね、大したことない。痛みスケールってこのレンジがあって、全然痛くないが0でね、もう死ぬほど痛いが10だっていう風な、このレンジの間のどこですかっていうんで、今の痛みってこれ多分その痛そうにしてるけど5ぐらいで、5ぐらいかな、5ぐらいですよ。はい、5ぐらいの痛みで、その検査される時がね6から7ぐらいギャーってなって痛くて、でこの後はい、お尻からそのガーゼを取りますよ、これがまたこれ6から7ぐらいで、その夜寝れないってとかなんとかっていう、お尻痛いから寝れないがね4から5ぐらいがずっと続いて、時々なんだろう、ギュッて体がこう筋肉収縮してお尻ガッてしまって痛くなって、でこれが6ぐらいの痛みっていうんで、とてつもなく強烈にもうこの世で感じた最強の痛みっていうのは来ないです。でそれが本当が来るのは
なんか手術されてる間麻酔が効いてなければそれぐらいの痛みは来てるんだろうけども、麻酔切れた後もそんなんとかなりましたよ。さアキレス腱の時と比べたらよっぽどね、よっぽどこれはね、痛み的にはね楽っすね。楽。はい。これでその肩揉んでてねっていうのと、でそれであと薬もその後こう処方されるから薬飲んでねって、これで薬その肩に打たれた鎮痛剤のこのダブルの鎮痛剤でそのお尻の痛みはないっていう風な状態でやり過ごしていくわけですよ。でどれぐらい揉めばいいかっていうのもわからないんでね。でこれで左手にこれ点滴入ってる状態でこれ左手の肩を揉むっていうのはどういうことなんだっていうか、なんかもうとにかくその右手にその看護師さんたちがね、その自分の寝てる位置と自分その得手不得手の関係からね、右手にとにかく打とうとするんだけど、右手に点滴刺されて右手に鎮痛剤打たれて右手使えないと困るからとにかく左手にやってっていうんで、ずっと左手にいろいろなものを刺してもらうってことになってるんで、左手がね結構その穴だらけになってるっていう、左手に点滴1回刺されて左手の肩に2回鎮痛剤を打たれるってことなんで、左手が何言ってるんだろう、そうここでね看護師さんがね、なんかいろいろ説明してくれてるから、なんかその答えてるのかな、なんでこれ痛いんだって、これ筋肉に打つやつやから痛いんだよねとか、静脈に打つやつじゃないからこれすりゃ痛くて当たり前だよねとかっていうふうな、そういう風な話をしてるのかな。でなんかこの時中国語で説明してくれてて、それをはい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 って聞いてたのかな。手術の後になんだっけ、トイレに行くことはできましたかとか、そういうことかな。麻酔をやって麻酔が切れた後に、その場合によって、僕はそういうことないんだけど、人によってはね、その麻酔が切れまし手術が終わりました、麻酔から覚めました、おトイレに行けますかって言われておトイレに行けないっていう風な人がやっぱりいるらしいんですよね。で僕の場合はもういろいろ看護師さんにトイレ行けましたかって言って、全然問題なく行けましたよ、起きてすぐ行きましたみたいなねことを言ってて、それはそれで、全然問題なくてよかったですねっていう話です。あのね結構それは大変みたいなんですよ。なんだろう、できるだけ水をたくさん飲んですぐに病院じゃなくて手術を受けた後に、おトイレに行ってくださいね、そうしないと面倒くさいですよって言われて、でそれはなんていう、その問題は私は今まで一度たりともなくて、で看護師さんたちも良かったですねってことなんですけども、この時もなんかいろいろ説明を事前に受けてて、先生が言ってる話とちょっと違ったりするところもあったんだけども、なんだろう、これお尻どうやって洗うんですかって言った時には、普通にここシャワーがあるんで普通にシャワーで洗うんですけど、なんかできれば長くいるんだったらたらいみたいなお風呂の桶を準備しておいて、そこで座浴をしてね、で座浴用のたらいをその知り合いから買ってきといてくださいねみたいな話をされたんだけども、結局それ使わなかったのかな。で先生に聞いたら、いや普通にシャワーでもいいですよっていうふうに説明を受けて、で、人によってすごい感染するリスクが高い人、その人によって10回ぐらい洗うっていうふうな話を聞いて、やっぱ種類がいろいろあるんでしょうね。自分の場合は比較的分かりやすく出てるところを切ってっていう風な話だったんで、そういう風なことにはなりませんでしたけど、ここなんかいろいろ話してなんか食べていいこと食べてはいけないことのところかな。で一通り話を聞いて、はい、で26日、もう手術終わって、でそのままちょっと入院するその病院のベッドが空いてなかったら、朝8時から来ていきなりスパッと来てそのまま帰ってくださいって、それでもいいですよって言われて、いやいやいやそんなんで大丈夫なのかよって、そんな大丈夫なのかよっていう風な話をしてたんですけど、一応1日ね病院でいてもらえいさせてもらえたんでよかったっちゃよかったです。これはいウィーンって、はい、上がってます。はいはいはい、体ね
横になってて姿勢変えない分には痛くも痒くもないんですけど、このね横姿勢を変えて買い物に行くっつった時のこれがね大変っていうのはああのボタン一つでウィーンってこう体が起こせるベッド、電動のベッドなんだけども、それは電気で体は起こしてくれるかもしれないけど、そのベッドから降りてアクションを起こすのはもうあくまでも自分の力頼りなんで、そっからもうしょうがないですよ。これおりゃーって立ってなんかお尻に違和感あるなーって感じながら、周りの人たちにすいませんねすいませんねとかでこうちょっと挨拶しながらね、もう周りは私が日本人だっていうのは分かってるわけですけども、なんかお尻に挟まってるから立って歩けない。立って歩けないんですよ。で、病院の1階はファミリーマートになっておりますので、このファミリーマートに行ったら何でも置いてると。歯磨き粉ねえやと思ったら歯磨き粉も買えるし、歯ブラシも当然あるし、食べ物もコンビニにあるもの、お水も何でもあるから、もう自分で歩けるようになったら早速1階のこのファミマに行って、よしファミマに買いに行くぞおりゃーっとこう来るわけですね。はい。で中には台湾あるある、そのお茶で煮込んだ八角の香りがするお茶で煮込んだ卵とか、私はそういうの食べないですけれども、台湾の人たちはそういうの食べるんで、ここ来たら電子レンジでチーンって温めてくれてですね、それで各自病室で食べる人もいれば、ここで食べることもできますんでね。はい。で、そう、一通り買って持って帰ってきたのかな。そう、取ったぞ買ったぞのはずでございますよ。はい。自分でいろいろ、そう、お茶。台湾名物、いろんなお茶。高級茶葉が入ってるやつとか、パンとか、はい。はい、サンドイッチとか、やっぱりその少しね、凝った美味しげな弁当を食べるってことになると、やっぱり入院の手引きにも書いてたんですけど、ご自身で必ずお箸とか食べるためのね、そのフォークとかスプーンとかお箸とかをご自身で準備してねっていうふうに書いてあったんですよ。多分患者さんによってはお箸をうまく使えなかったりする場合もあったりするからなのかなとは思うんですけれども、自分はどうせそんなねごっついもの食べないんで、何にも準備せずに手でパッと食べれるものだけを買って、サンドイッチとかそういうのだけ買って、でこの自分の病室に帰ってゴロッと横になって、できるだけ体を動かさずにゴロゴロしながらね、ほいでその食べると、で後ろにこれコンセントが見えてると思いますよ。チャージャースマホにチャージしながら音楽聴いたりとかして、でこれ台湾珍酒台湾金華屋なんとか特別茶、うまかった、うまいんですよこれは。はい。他に何かな。そうそう、四季春、2種類ぐらいお茶を買ったのかな。ちなみにここにはなんかお茶園100%日本茶葉がありますけど、台湾のこういうね普通のペットボトルのお茶でもね、あれでございますから、日本のウーロン茶、サントリーのウーロン茶よりも、もう別にサントリーのウーロン茶さんに何か言いたいってわけじゃないんですけど、あれとは全然違う、本場ウーロン茶のペットボトルのちょっとしたお茶でもうめえなっていうのがありますんでね。はい。はい。で、おにぎりがあって、で、日本のファミマと同じなんでね、パリって開けるやつで、これだとほら、別に手汚さないし、で、いなり寿司かな、いなり寿司。そう、サンドイッチといなり寿司だ。何食べてもいいってわけじゃないのね。一応お酒、脂っこいもの、めちゃくちゃ辛いもの。で、この3つはね、ダメだと言われました。ほら、食べるなと。脂っこいもの、お酒、辛いもの、この3つ以外だったら、いいよ。大体何でもいいよっていうふうな。で、野菜はとにかく取れと。でね、入院する前は、67キロぐらい体重あったのかな。やばっと思って、で、帰ってきてっていうか、その手術前後、とにかく
3食のうちの1食をもうとにかくねサラダにするっていう風に生活したわけですよ。置き換えダイエットってやつですよね。3食のうち1食は必ずサラダにするっていう風な生活をすると、まあびっくりするぐらいになんかびっくりするぐらいに痩せたっていうね、3キロスコーンと落ちましたよ。まあなんであれだね、いかに自分が日々の生活の中でいい加減なものを食べていい加減な生活を送ってるかっていうことなんで、もうなんかもうとにかくそのこういう風なまあ、もう毎年この時期になると病気っていうか手術するようなことが起きちゃうんだけども、もうね、まあ、いかにね不節制をやってるかってことですよ。3回ねこの春の時期に何かが起きてるってことは年齢と不節制でございます。でこれをとにかく是正するってすればいいと。そうそう、手に点滴刺さってるから動かす時にピリッと痛いからさみたいな、そういう話かな。はいはいはい。点滴にね刺されてね、馴染んでくるとまあまあ違和感ないんだけど、馴染むまでがねなんかねすごい違和感があるね。テープでペタッて貼られてる状態で、微妙にちょっとね自分はテープに対してかぶれるのかな。こういうの長く貼られるとブツブツが出てきちゃったりとかするんで、はい。でそれではい、もう明日退院に帰れるんだ。明日まあね、明日、退院で帰れる、今いいことですよ。で、手術後のその心境を語るというか、手術後のに見る夜景、手術前の夜景と景色は違うか、景色は違う、気持ちは違うかな。はい。で、26日でこういうふうなね、カップにね、こういう形でね、その、こうちっちゃなコップみたいなプラスチックのコップにその飲み薬をくれるんで、それをもらって、そうなんかちっちゃい粒が、この粒かなんかがね、なんかちょっと強めの鎮痛剤を入れときましたんでって言われて、でこっちかなどっちかを忘れちゃった。これを飲んでくださいねと。まず便を柔らかくする薬っていうのと鎮痛剤なのかな。はい。で、これは必ず飲んでくださいねって言われて、で、これね、毎回私悪い癖なんだけど、お茶で飲んじゃってね、いきなりお茶で飲んだからとてつもなく変なことが起きるっていうことはないんでしょうけども、はい。なんかそう、術後になんかこうぐったりきてんのかな。やっぱね、いろいろこう思った。もう無理しない。もう嫌だ。もう嫌だっていうかね、あの、筋肉と神経と気持ちと筋肉はついていくんだけど、筋肉以外の組織がついていかないから、腱とか靭帯とか、その、膜とかね、腹膜とかね、ああいうのはもうダメない。ついていかない。そう、入院してて見える夜景、どんな感じかなみたいな感じなのをね、ちょっと収めておきました。はい。そうね、どうここから見える夜景、なんでここ撮ってるの。これ近くに駅があってね、電車がどんどん近づいてくるから、それでも撮っておこうかなってひたすら撮ったのかな。はい。で、痛いって言ってる、はい。痛いよ。そう、痛いんですよ、それね。手術後1日目。麻酔でやっぱ言われた。手術後2日目が痛いからっていうふうに言われて、はい。手術後2日目が痛いって言われましたね。そう、これ多分お尻からはスパーンって抜かれたのかな。はい。そう、なんか言ってる。なんか辛そう。そう、これよ、痛かったんだ、痛いん。そう。で、このね、痛いポイント2つ目がこれ。そ
そうこれね、そうだから逆に言うとこの2回がさっきのその痛みスケールで言うと、そのね味わったことのないえぐいすごい、もうすごい気を失うほど今まで味わったことのない痛みじゃなくて、まあ言ってもね67ぐらいです。でこれちなみにここ鍵がかかるようになってて、私みたいな家族も誰もいない一人の人が貴重品を置いていくときにここにポンと物を入れてね、すいません鍵をかけてくださいって看護師さんに言って、で鍵をかけてもらえると、で一応ねもし本当に気になる人はリストができるんですけど、これと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 を入れましたっていうのをこう書くんだけど、まあ僕はもう大したことないんで持ってないんで、はい、ここで薬を飲みます。それ口に入れてしまって、そういや俺どんな薬にもらったんだっけっていうのを説明するの忘れちゃったから、とりあえずこんな感じだよっていうのを、そうそうなんか微妙に粉っぽくなって口粉っぽくなってますけども、どんな薬だったかレポするの忘れた。でそう大体3種類、はい、便を柔らかくする薬、炎症を抑える薬でその鎮痛剤のこの3種類で、これもうね入院してねちょっとやることがなくなってくると、人間っていうのはねもうねくだらないことを始めるわけですよ。俺ねこのカップをもうこう退屈になってくるんで、はい、でこのカップをねこう目にこうやって入れてね、なんかこれほら広角機動隊のバトーみたいな、なんか何をやってるんだこれはっていう、はい、もうね、はい、手術受ける前の緊張感っていうのと、で手術受けた後の痛みっていうのからちょっと油断してくるとね、人間っていうのはねくだらないことを始めるんです、こういうね。はい、でもまあね、こんなうまくいったうまくいったみたいな、うまくいったうまくいったって、いやうまくいったけどさ、だからでこれで何が見えてるかというと、まあその白い紙コップの中しか見えてないんだけどね。まあはい、で毎回毎回こういう感じでね、ちょっと保険適用外の保険適用外の注射打ってもらったりするとき、はい、痛いやつね、はい、これ、ああいう同意書を書くんです。で、はい、2回目でね、この顔怖いよってしてるけど、実はこのお尻に入ったガーゼをズバンって抜いてもらう時の痛みがあまりにも痛かったので、これ怖い顔してるけど、この時全然実はね、親ってあんま痛くない、痛いってか、そう今俺お尻の痛みの方に気を取られてて、実はこっち痛くねえぞっていうことに気づいてる私。はい、まあそんなもんでございますよ。はい、はい、まあ痛みからするとね、恐怖感からすると1回目の鎮痛剤を打ってもらう筋肉注射が痛いっていう風なはずだったんだけども、なんかねあまりにもそのガーゼをお尻から取られた時かな、なんかこの痛みレンジ、この肩に打たれるこの鎮痛剤の痛みレベル4とか、3とか4ぐらいのやつが来るのかな。でお尻のガーゼのやつバーンってどうやって抜かれたのか見えてないから分かんないけど、バーンって抜かれたあれがね、あのなんだろう、絶対痛みレベル5超えてたんで、それの感覚残ってる状態なんでね、鎮痛剤の痛みが全然何でもなかったっていう、1回目に打たれたやつも効いてるからなのかな。はい、なんでそれでなんか大したことないねみたいなこと看護師さんと話しながら、はいはいはい、痛いと思ったら大したことなかった。でただこれね、言われたのが、後から麻酔の方も来てくれていろいろ話聞いたんだけど、やっぱ何ができて何ができないかって言って、やっぱ素早い反応ができないんだよね。コンビニになんか食べ物買いに行くとかっていうのはできるけれども、そうかこれ、そうこの時なんでこれ
点滴のやつを抜いてもらうんだ。点滴のその管が刺さってるから、針が刺さってるから、それ抜いてもらうってやつだ。はい。で、肩を揉めっていうのと、肩を揉めって言われたのと、点滴のこれ、その、面を張って、止血するここを押さえろっていうのが一気に言われて、いや、それできない。それどうやって揉みながらどうやったらできるんだよって話になって、はい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 。はい。そう、そこ押さえろって、そう今押さえてる。そう、右手で押さえてるけど、こんなんね、無理やんっていうね、無理じゃんっていう風な話で、こう鎮痛剤打たれたところを揉みながらどうやって点滴打つのって言うんだけども、なんかね、鎮痛剤打ったところが要はこういうことでしょ。こう揉みながらこっちのっていうのもここも押さえろって、こう揉みながら無理だからっていう、結局まあちょっと揉んだから押さえてっていう、そういうふうにするしかないっていうね。で、どうでしたか、そうそう、この時にもそう、トイレどうですかとかって聞かれて、いや、こっち押さえながら、もう揉むの無理じゃん。もうどうすんだよとかっていう、まあそういう話しながら、なんかもうしょうがないから、恒例の足で、カメラを挟んで固定しながら、なんとか見るっていう、カメラ撮ってもらうっていう風な、そういうことですよ。そういうことっていうか、まあそれ以外やりようがないっていうね。自撮り棒とか別に露骨にね、病院の中は一応先生別に自分ぐらいしか撮ってないし、他の人も撮ってない、他の人は撮ってないから別にまあ問題ないんですけど、やっぱり気を使うんでね、すごい固定三脚とか持ってきて自撮り用とかできないんで、まあなんでこれ足で挟んでるもんだから、この足のところのこの布団みたいな、黒くなってるの、まあ、見えてますけれども、はい、そう黒くなってるの、あれ上からかけられてるブランケットみたいなやつがああいう感じでこう見えてるわけですけれども、はい、そうあれでまあ結局うんだからこれで揉みながらこっち押さえながら自撮りって無理じゃんっていう、まあしょうがないからこれで頑張るしかないけどねみたいな。まあどんどんもう食べられるようになって、そう手術直後に朝ごはんで買ってきたサンドイッチ食べちゃったから、次はもしゃもしゃパンを食べると。でまあやっぱ普通に生活に復帰した方がいいからっていうんで、ね、脂っこいもんとかなんだろうな、正常な便通を妨げそうなものっていうの以外はまあ普通にバリバリ食べて、はい、もうね、病院でいただいたパジャマなんていうのを脱ぎ捨てちゃって、もう帰る気満々ですよね。もう自分は復活したっていう風な感じになってるんで、やっぱり痛みレベル6、7ぐらいありそうな、お尻からガーゼをズバーンって抜いてもらうイベントが起きてから、やっぱ回復した感がね、強いんですよ。あ、俺良くなってきたなっていう、良くなってきたなっていうか、違和感が全然違う。まあなんで辛いかっていうと、血管みたいないろんなものが不正常じゃない状態で肥大しちゃってて、でそれがお尻の筋肉でギュウ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 詰められてって、そこにも血管が入ってるから痛いよっていう風になってて、そこに何かがあるからですよね。で自分の歴史を振り返ってみるに、なんかこのこれあれですから、小学中学校の時からずっとやっぱり違和感感じてたんでね。でそれがちょっと手で押せば戻る、それがどうにも戻らないっていうような状態になってきてて、でそれで切り取ってもらうっていう、であんまり切らないけれども、今回はまあ意を決して先生に
ってもらうってことになって、でやっぱ違和感がどんとなくなったと。でその当初その手術前に開設するぞっていうふうに言っていたこれもね、まあ一応今の元気だったらできるかなと。まあでもやっぱ本調子じゃないんでね。はい。でこれがね、退院の日がね、休日でしたので、休日はね、その平日だとたくさんタクシーがあるんだけど、休日はタクシーがないんで、まあしょうがないんで、そのジムとかサービスセンターというかインフォメーションセンターのおばちゃんにちょっと電話してって言ったら、はい、この番号のタクシーが来るからその人捕まえてって言って、でタクシーの運転手さんに臨海実験場に帰りますって言って、臨海ってどこだよって言って、で自分のその身分証明書見せたら、はい分かりましたって言って、でまあ帰りまでその送ってもらったっていうやつです。はい。そうで手術後2日経ちの、まあ、2日経ちのしてくるとやっぱ全然違ってきて、はい。もうここまで来るとね、自分ももう大丈夫、さすがにもうこうバーって打たれてるとき、あの時痛かったんだよ、だけどもう今まで来ると、もう大丈夫自分も緊張感が抜けてまいりましたね。はい。ではい、ここで、そうこんな感じでしたよって、一応このね普通のシャワーだけでもいいんだけども、剤をこうした方がいいかなっていうんで、お湯を張るためにこういう形の、まあ、お湯をこう準備しておりましてですね、そうお湯っていうかシャワー、いや別に難しい話じゃなくて、下になんかその座るための、お風呂で座るための椅子と上にたらいを置いて、でたらいの中にひたすらこのシャワーのお湯がじゅわーっと入るようにしてあって、でそこにこう腰をつけるっていう風な、まあ、そういうことですね。まあで実際に、はい、やってみます。で、まあ、これ何がいいのはいいかっていうと、もうとにかくお尻だけきれいにしたいって言ったら、別に服脱がなくてもその下半身YouTube 的にお見せできませんけれども、まあ、お風呂場でその用を出した後に、はい、じわっとそこに座ると、で一応ね、まあこれで大丈夫だと思うんだけど、ステーンって私の真似してステーンって転ばないでねと。でこれがね、一番最初か2回目かの手術した後のトイレをした時の印象ですけれども、まあ言っても大丈夫でした。はい。そんなね、激痛みたいなことにはならなかった。その検査してもらう時、お尻に入ったガーゼをスパーンと取ってもらう時に比べたら、まあ余裕でございます。はい、余裕。人によってはこれで大変な痛い思いする人もいるのかもしれませんけど、僕の場合は全くもってね、あの一応出血するんですよ。これあまりにも生々しいとあれなんで、ああいう感じでそのモザイクかけてますけれども、でじゃあ完全に普通にやれるかっていうんで、じゃあバイクに乗ってやろうかっつって、ほら意気揚々と、よしじゃあバイクに乗ってやろうじゃないかって出かけてきてますが、まあね、そう簡単じゃございません。はい。やれるだろうと、余裕だろうっていう風な感じですけどね。でこのバイクに乗れるとね、いろいろ買い物も楽なんで、これでいいんじゃないのかななんてことを思ってたんですけどね、舐めてましたね。まあこれもうすでに動画で流れてると思うんで、まあ簡単に解説はしますけど、臨海の敷地内でございますよ。でここからこれ GoPro つけて、でまあこれで撮りながら、イエーイ俺完全復活だぜ的なね、なんかやれるみたいなその映像をまあ収めようと思ったわけですよ。ところがまあね、そうはいかない。そうはいかない。そうはいかないんですよ。はい。そう。いつもね、そのね、メガネだっていうか作業用のメガネかな。この辺、蚊とかがね、養殖池の周りはほら、池があるから、そこに蚊が大発生するんで、その蚊がたくさんいてて、それが目に入ると嫌だからっていうんで、その作業用のメガネ、度の入ってないメガネかけてるんですけど、まあ、メガネ持ってきてないけどいいやと、まあいけるだろうというふうな感じでね、乗ってます。で意気揚々とってやるじゃないですけども、この時って自分はてっきりね、
治ったっていうか、まあ、治ってないけどこれで買い物には行けると。ほんでその病院の先生もね、まあ5分ぐらいだったら大丈夫ですよ、一瞬の間乗るぐらいだったら大丈夫ですよってこうおっしゃってたんで、まあてっきりいけるもんだと、まあ大したことないだろうっていうふうに高をくくってたんですけど、まあね、そのエンジンの震えぐらいは大したことない、エンジンの震えもは大したことないで、普通にブーっと行く、これね、もういきなりこう行こうとしてますけど、これも大したことない、ここも大したことないんですよ。ところが、はい、ガタ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 、はい、ガタガタガタって言った瞬間に、このガタガタが来た瞬間にいきなり顔がね、顔がこう歪むというか、うわ、やられたみたいな感じの顔になって、おいでまあ、ダメなんだなと、ダメなんだなって違和感あるなと。で、バイクも長いこと乗ってなかったからエンジンがかからないみたいな感じの状態なんで、何回もこうエンジンかけ直して、でもガタガタガタって入れた時のこの顔がね、露骨に、ダメだ、違う。もうこれはやられている。ちょっとやそっと揺れただけで、お尻のね、外じゃなくて奥が響くような感じだったんで、大丈夫なのかなってちょっとビビっちゃったんですよね。そうそう、ガタガタ揺れるのダメで、そのその病院の先生も痛くても大丈夫なんですよって言ってくれるけど、痛くても大丈夫ですって言ってくれるけど、いやなこと言われてもね、やっぱりね、怖いよね。これなんかで何が起きてるか分かんないし、でそれで変に出血して多くなって、やっぱ出血すると絶対に病院に救急で来てねって言われるから、そういうこと言われてると怖いじゃないですかね。よしよし、いけるいける、ガタガタガタ、出血多くなりました、やっちゃったかとか嫌だから、それはそれで嫌なので、もう無難に車で行くと。で車もまあ多少はね、座ってるとこ違和感感じるわけですけども、この中でも言ってると思うんですけど、やっぱりそのかかる圧力が分散してるから、バイクの時なんかに比べると圧倒的に楽だって話でございますよ。はい、ガタガタって言っても、ガタガタって言っても、その全体的にこうガタガタってするわけなんでね。もうバイクだとお尻一点、足とかもあるけど、足は振動をこう吸収しながら調整できるけど、お尻はもうね、振動来たらそのまま直接ガタガタってきちゃうから、はい、もうどうしようもこうしようも逃げようがないっていうやつで、そうなると、しかもその中がどう自分が切られたか分かんないからこうびっくりしちゃうわけですよ。で、そうそう、さっきの在庫の時にもいろいろ気づいたんですけど、やっぱりね、縫った時の糸が残ってるんです。でこれがどんどん吸収されてなくなっていくのかな、体に吸収されていくタイプの糸なので、そのうちなくなるんですけども、触ってみると、こういう感じで縫われてるんだっていうのがこう、なんとなくこう分かると。で先生が、これもし飛び出してて、これちょっと糸が長くてうざいと思ったら切りますけどねって言われたけど、いえ大丈夫ですよ、そのまま置いておいてくださいっていうふうなことで、何の特別な処置をもせずにそのまま置いてるわけですけども、もうだから3日経った段階でバイクには乗れないけれども、もう車に乗って近くのコンビニぐらいに買い物に行くのは全然問題ないっていうふうなことになっておりました。いいことですよねというか、そうでないとね、困りますよね。そうでないと困るよっていう話なんでね。そうで、今度これでもそれなりに治ってきた実感っていうのがちょっとは湧いてきたんだと思います。ただ3日目だとやっぱり出血がね、露骨にありました。出血しているな自分はって、さっきちょっとぼかし入れた状態で見てもらったパターンがありましたけどね、やっぱりその血の色がね鮮やかなんですよ。でこれ6日経った後で、じゃあちょっと見てね、でちなみにこれね、今こう見せてますけど、これね、支払いとか会計はどでかい病院でもこういうピロッとこの紙を取って、でその番号が呼ばれるから、それをこう見せる。で3度目の挑戦、これで台湾のこの病院の歴史を紹介するぞとかって息巻いてるけども、
まあね、途中でいろんなオーディエンスの人がいてて、いろんなチャチャが入って、あ、うまくできねえやみたいな、まあ、そんな感じで、はい、まあなんかその清朝の時代と日本人がとかこのイーラン圏にどういうふうにこうコントリビュートしたかとか関わってきたかっていうふうなんでね、一応ここのイーラン圏とかルオトンとかイーランっていうのはその材木とかをこの山から切り出してくるすごい大事な場所だったりしたんで、まあなんかいろんな人がいるよとか、清朝の時にはこんな人がいてたよみたいな、でこんな人がいてた、菊次郎さんがとか、まあなんかなんか言ってます、なんか言ってるって何の解説にもなってないけども、まあ後でまたこれね、まあ、どっかでなんかにお見せすることになります。でもこんなんじゃないんですよ。要はもうファミマ、はい、何度も来ましたファミマで、病院の外観取っておきます。まあ一応そこそこ立派な建物ですよ。なんかこの予算が全部降りただか降りてないだか、なんか本来作るべきところができてるとかできてないみたいな、なんかそういうその大人事情がいろいろあったみたいですけども、まあまあユーザーとしては別にそんなどうでもよくて、自分はその快適なに手術を受けれて、なんだ問題なく帰ってこられたんで、まあ、問題なくていいわけですけど、はい、まあそんな感じですね。はい、はい、まあこんな感じで一通り終わりました。でですね、まあね、もう頑張らないやり方がいいよねと。はい、じゃあちょっと、よし。じゃん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 。はい、もうね、頑張らない。頑張らないって言うと変な言い方だけども、もうね、年齢っていうのもあります、はい、自分ができるっていう、自分がやってやれることの限りというのもありますんで、まあもうそろそろね、これがね、いい機会じゃないのかなと思います。アキレス腱を切って、鼠径ヘルニアやったアキレス腱切って痔の手術で入院して、まあ、うちで入院って言ったら大変なことですよ、まあ、そんなことが何回かあると、もう自分は年齢的に、これが限界だと思うので、頑張りません。頑張りませんって言った時のどういうふうに頑張らないかっていうのはまた後々で説明しますけども、そのね、もう鬼のようにお酒飲んわーいってお酒を嬉しがって飲んだりとかね、無理をしてなんかいろんなことやるみたいなことはもうしない、そういうふうに決めましたね。はい、まあそんな感じですね。はい、またこれ結構しっかり話したかな。はい、1時間ちょっと話したいと思いますけど、またこれね、どっかでまとめたり、これをまとめるのか、一応自分もこんな動画だったんだなっていう動画の確認したんで、またなんかね、いろいろね、あのどっか別の機会でね、まとめて皆さんにお見せできるかと思いますので、はい、そんな感じです。